皆さんこんにちは、みさとです。ここは近鉄京都駅です。最近はいつ来ても観光客で溢れている印象の京都駅。これから近鉄の観光特急青鬼吉に乗ります。青鬼吉は大半の列車が京都と奈良の間の運転ですが、大阪難波まで1日1往復します。今日はそんな京都から大阪難波まで運転の青鬼吉に乗ってみます。16時30分、近鉄奈良駅からの青鬼吉が到着。発車まで25分あります。折り返しの準備の間、外から青鬼吉を眺めてみます。車体の花柄は正倉院の宝物、螺鈿紫檀の五弦琵琶がモチーフになっているそうです。この車両は4号車、ツインシートの車両です。横2列のゆったりとしたシートが左右で向かい合わせと三角テーブルを挟むシートが贅沢に並びます。こちら3号車は同じくツインシートで車椅子対応の車両で扉が広めのドアになっています。2号車はサロンシート、3名から4名で利用できる半個室なグループ席です。3部屋しかないので競争率高そうですね。そして1号車、こちらは4号車と同じくツインシートの車両。前頭から見たところです。前についているエンブレムは天平文様にも用いられる花恋鳥がモチーフで、重さは約50キロあるそうです。発車5分前頃にドアが開きました。ちなみに今回私は1人でツインシートを利用ですが、1人で利用の場合は大人1名、子供1名で予約するとツインシートのお一人様利用が認められています。それでは乗車します。客室は全面絨毯張り、車椅子の方のスペースが入り口付近にあります。ツインシート独特の若草色のシートが片側向かい合わせ、もう片方は斜めに配置。今回の私の席は斜めに配置の三角テーブルの席です。16時55分、青鬼吉は近鉄京都駅を発車。この電車は奈良経由大阪難波行き特急青鬼吉です。途中丹波橋、大和西大寺、奈良、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町に停まります。ツインシートで斜めに座る形だと横長の窓いっぱいの車窓を堪能することができます。ここで車内を回ってみます。まずは後ろの4号車の方へ。3号車の客室の端には荷物置き場、ツインシートの車両には全て荷物置き場があります。デッキにはバリアフリーなトイレに、洗面所には洗面鉢がありました。公式にどこの焼き物と記載はなかったです。近鉄特急でおなじみのおしぼりはここにありました。4号車に入ります。ドアが開くときにガタガタ音がしますが、青鬼吉は50年ほど前に作られたスナックカーという近鉄特急を改造して作られました。でも詳しい人でない限り見た感じは新車に見えるのではないでしょうか。一番後ろまで来ました。ここは武田駅近くの京都市営地下鉄の車庫が見えます。地下鉄電車の天井のクーラーが見えますね。4号車端のこちらはライブラリースペース。青鬼吉が走る沿線に関する本が置かれていて、このソファーに座って読むことができるスペースです。さてこちらは2号車。ここに売店がありますが、後ほど立ち寄ります。この扉の向こうがサロンシート。赤いソファーは動かせるそうです。ツインシートの椅子は固定です。丹波橋に停車です。先頭の1号車まで来ました。懐かしいスナックカーの折り戸のドアです。さて足早に2号車に向かい売店へ。待っている間に見たメニューです。以前乗った時にはなかったマホロバサイダーというのがあったのでこちらにしました。カウンターに記念乗車証があるのでいただきました。マホロバサイダーを受け取り席に戻ります。
最初は群青色なサイダーでほんのり甘めの味でしたが、添付されているレモンを2個入れると色が赤紫色になりました。サイダーの中のバタフライピーの色素がpH値の変化で色が変わるようですね。味はレモンが入ったからか酸っぱい感じになりました。マホロバサイダーを飲んでいたら駒田駅を通過。京都から20分ほど過ぎました。各テーブルにあるブルーの照明も印象的ですね。窓に映り込む天平っぽいデザインの天井の照明も落ち着いたデザインでいい感じです。大和西大寺駅の手前で信号待ち。ツインシートの座席はこの角度からだとよくわかりますね。リクライニングはしませんが、とても座り心地の良いシートです。コンセントは各座席に1つ設置されています。ということで大和西大寺駅に停車。この席のお客さんは下車されましたが、またどこかで乗ってくるのでしょう。大和西大寺駅を発車して間もなく、車窓右側に平城宮の朱雀門が見えます。そして地下に入っていき、近鉄奈良駅に停車です。停車時間が5分ほどあるはずなのでホームに出てみましたが、先ほどの西大寺駅の信号待ちで3分ほど遅れて到着だったようです。なのですぐ車内に戻ります。近鉄奈良駅から進行方向が変わるので座る位置を変えました。西大寺で空いた席に次のお客さんが乗ってこられて賑やかになりました。暗い場所に来ると青荷吉の天井が映えますね。照明はもとより天井の R の部分の模様も落ち着いていて、間接照明になっていて美しいです。慌ただしく17時34分、近鉄奈良駅を発車です。先ほど通ってきた朱雀門の反対側の車窓です。こちらも第一次大極殿や大極門など平城宮の建物が復元されています。そしてこちらは先ほども停車した大和西大寺駅。今回は停車はしますが扉は開かず、お客さんの乗り降りはできません。かすかに駅ホームの出発承認合図が聞こえてきて、青荷吉は大和西大寺駅を発車。終了させていただきます。車内販売限定スイーツオリジナルグッズを販売カウンターの営業は生駒駅の発車にて営業を終了すると放送がありました。学園前駅に停車。周辺は奈良県随一の高級住宅街です。青荷吉はさらに西へ向かいます。生駒駅に停車。この駅を出ると長い新生駒トンネルに入り、奈良県から大阪府に入ります。トンネルを出て石切駅を過ぎると、右車窓に大阪の街が見下ろせる景色が広がります。日が短い冬に乗れば大阪の夜景が見れそうですね。京丹山駅を過ぎて間もなく東花園駅を通過。この先は近鉄奈良線は高架区間になります。乗車時間も残り15分ほどになりました。車内はこんな雰囲気。河内岩駅を通過です。布施駅を通過。ここから先は大阪上本町駅までは近鉄大阪線を走ります。まもなく鶴橋に到着します。2番乗り場にホームドアが設置された鶴橋駅に停車。鶴橋を発車して地下に潜り、大阪上本町駅に停車。大阪上本町です。お忘れ物のないようご注意ください。京都を16時55分に出て1時間と17分、
終点の大阪難波に到着です。席などにお忘れ物のないようお確かめの上。ありがとうございました。以前にまほろばは奈良から京都まで乗りましたが、それだと所要時間が35分。あっという間すぎて、ぜひ京都丹波で乗りたいと思っていましたが、京都から難波でもあっという間でした。青鬼吉人気列車でなかなか指定席が取れませんが、ゆったりとしたくつろぎ感と車内の装飾、上品なシートなどおすすめできる観光特急です。ぜひ一度乗ってみてくださいね。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。